登場。前の対戦で見せたあの無限腹切り、あれには驚いたぞ。味方の侍に何度も腹を切らせ、それを無限に繰り返すとは非常な芸当だ。勝利は得た。だが侍の犠牲あってこそのもの。帝国の戦もまた犠牲に支えられている。勝ったはずの我が身も戦局は直しめんそか。勝利の余韻に浸る余裕などない。ほう、勝手なお不安を語るか。ならばこの先どうするつもりだ。だからこそ今ここで切り札を示さねばならぬ。和平を望む心、そして我が信ずる武士道、この侍デッキがその証となろう。無限に切腹する侍の軍勢か。愚かに見えて勝利をつかむ。まさしく帝国の縮図よ。忠義と犠牲にすがる姿は戦場の日本そのものだ。だが歴史はそれを許さんぞ。犠牲なくして道は開けぬ。だが侍の刃は最後の人たちで勝利をつかむ。その心をどうか見届けてほしい。ならば見せてもらおう。帝国の縮図たる侍の軍勢、その力のすべてをな。では早速見せてもらおうじゃないか。これも大義のため、我が統率者歴戦の侍開演。ファイナルファンタジー収録の白七マナの伝説のクリーチャーですな。白七マナ、そんな重いものが統率者になるのか。確かに構築難易度は高い部類ですな。では能力を説明しましょう。まず一つ目、この呪文を唱えるコストは墓地にあるクリーチャーカード1枚につき1少なくなるコスト低減能力です。兵が倒れ屍が積み上がるほど戦の準備が早まるというわけか。かなりコストが下げれるのであれば33の2段攻撃のボディが活かせるか。その通り。しかし白単色では墓地を肥やす手段が乏しく、思うようには軽くならぬ。数マナ低減でき長期戦で略奪可能性がある能力だと思っておくべきですな。ではもう一つの能力は。1体以上のクリーチャーカードが墓地を離れるたびプラス11カウンターを1個置く。これが2つ目の能力です。なるほど。兵を何人まとめて呼び戻しても得られる力は一つだけか。さすがに理解が早い。条件は厳しいが死亡ループと組めば確実に機能する。犠牲を繰り返して力を得る。まさしく帝国の戦そのものではないか。アメリカの石油禁輸で資源は尽き補給は途絶えた。限られた犠牲から力をひねり出す。このカードはまさにその戦術を映している。戦術をまとめればマナを伸ばして開演を場に出し装備品で支えながら無限腹切りコンボで勝利を狙うという形になりますな。笑える発想だ。だが興味深い。中身を詳しく見ていこう。ではマナ基盤について説明していこう。基本だな。まず土地の構成だ。合計で31枚になっている。絞っているが基本の範囲内か。正直なところ数枚増やしても良いかもしれない。特徴的なのは無色の長方土地を採用している点だ。これは無理なくクリーチャーを墓地に送れる。だが効率は悪すぎないか。そのあたりは察していただきたい。これに加えて2マナ以下のマナーアーティファクトが8枚、同等の役割を持つカードが3枚ある。平地サイクリング持ちのクリーチャーも無理なく墓地に送れますな。それでもマナ軽減は苦しいように見えるが。統率者が7マナと極めて重いので3マナ以上のマナーアーティファクトも4枚採用している。とにかくマナを伸ばす構成ですな。軽減を期待せず平坦を整えて押し出すというわけか。その代わり2マナ以下のドロー手段がほとんど入っていない。せいぜい頭蓋骨締めとそこへたどり着く手段ぐらいだ。手札の回転は問題のある構成でしょう。限られた資源の中での工夫か。戦い続けるには金属類回収例を発してでも資源を集めなければなりませぬ。この構成だと3ターン目に3マナ到達する確率はマリガン込みで初手 83% 程度、3ターン目で 93% を超える程度ですな。思ったよりは高いな。安定性はそれなりと見てよいだろう。このテーマは分かった。次のテーマに移るぞ。では採用クリーチャーについて説明していこう。戦術による変動が一番大きい部分だな。クリーチャー枚数は合計で33枚だ。やや多い部類だ。数を割いているな。採用クリーチャーの役割を大別するとコンボパーツとそれを集めるカードが大部分を占めている。あの無限腹切りコンボは笑えたな。まずは侍カードが8枚、絶対数が少ない中から厳選している。確かに
まず見ることがないやつも混じっているな。数は少ないが武士道精神を象徴する存在、まさにデッキの根幹をなす部分です。さらに裏テーマとして祖神の死とテシャールを使ったコンボも内蔵している。表向きは武士道を掲げながら裏では抜け道を準備するか。帝国らしいな。お戯れを。しかし勝つためには表も裏も駆使せねばならぬのです。加えて装備品サーチや装備コスト低減能力を持つ者、クリーチャーをサーチする者、墓地からパーツを拾う者、それらを複合的に組み合わせている。殴り合いではなく積み上げた仕掛けで決着をつけるデッキというわけだな。このテーマは分かった。次に移るぞ。ではアドバンテージの獲得手段について説明していこう。今の帝国に一番足りていない部分じゃないか。耳が痛いところですな。おっしゃる通り、アドバンテージの獲得手段がやや乏しい。コンボ関連のカードが枠を圧迫しているというのは紛れもない事実です。いっそ裏テーマを削って補給線を整えた方がいいのではないか。その方が良い可能性は否定できませんな。ですが現状の構成で説明いたしましょう。クリーチャーカードが戦場に出ることによってドローできる定番の3枚とギリギリアドバンテージ減になり得る1枚、さらにドロー能力のある土地、そして頭蓋骨締めです。明らかに足りていないな。これでは補給が細すぎるぞ。図らずも装備品サーチが5枚入っているため頭蓋骨締めを引き込むのが基本戦術になっていますな。締めれば手札も墓地も超えるということか。ご明察。コンボパーツを締めたとしても墓地から回収する手段は豊富に用意してあります。数少ない墓地を肥やす手段も同様犠牲にすることを躊躇してはなりませんに。いや、お前は躊躇しろ。評判が悪いぞ。このテーマは分かった。次に移るぞ。では次に勝利手段について説明しましょう。ようやくあれの説明か。待ちわびたぞ。ご存知のように最終的には無限コンボでの勝利を目指す。この無限コンボは第1には無限腹切りコンボ、第2にテシャールでの疑似無限腹切りコンボです。第2のこじつけは無理があるだろう。どちらも死亡ループを挟むコンボです。まず本命をご説明しましょう。竹野の大将、正盛と侍、そしてさくり台が揃えば無限に腹を切り、蘇り、再び腹を切る。狂気じみているな。だが力は本物だ。裏の勝ち筋は祖神の死とテシャールを使ったもの。侍が帝国の表の顔ならこれは裏の策。条件は多いが結果は同じですな。武士道の陰で姑息な策を仕込むか。帝国らしいな。そしてコンボが決められぬ場合、海援を装備品で強化し統率者ダメージでの勝利を目指す消耗戦の果てにこそコスト低減の進化が現れます。なるほど。最後は愚直に殴り勝つか。それもまた侍らしい。このテーマは分かった。次に移るぞ。では最後にデッキの欠点とその対策について説明しましょう。問題山積のようだが、まずは何だ。第一にデッキスピードに限界があるということです。組み合わせた数とはいえコンボパーツが多く揃えるのに時間がかかる。どうやって時間を稼ぐ。全除去で盤面を流し延命するしかありません。ヘイトベアは使わんのか。自分のコンボを阻害する戦術は採用しにくいのです。第2に安定性の低さ、ゲーマ型が原因です。アドバンテージの獲得手段が乏しいのもその表れですな。なるほど。まるで多方面作戦を無理に進めた帝国のようだな。耳が痛い。改善の余地は大きいでしょう。そして最後に統率者である海援の存在感が薄いということです。なんだと。無限に腹を切ってパワーを上げても勝ち筋は彼ではない。正直フレーバー止まりですな。そういえば無限ドローから無限ミルで勝利していたな。海援とは何だったのか。この点は構成そのものを見直すべき課題です。侍の名に恥じぬ姿を目指さねばなりませんな。よくわかった。以上が我が侍デッキの全容です。大義を掲げつつも未だ未熟、改善の余地は多い。犠牲と仕掛けに頼る姿はまさしく帝国の縮図だな。秘密にしているカードもないようだな。貴重なことだ。しかし武士道とは挑み続けること。たとえ敗れても再び立ち上がり勝利をつかむまで進む、その覚悟こそが要です。なるほど。だが無限腹切りを繰り返す様は覚悟というよりただの見せ物に見えたがな。
お戯れを。しかし勝つために手段を尽くす。それもまた戦の常。せいぜい次も見せてもらおう。だが忠告しておこう。俺は腹を切らんぞ。